皆さんこんにちは、みさとです。ここは下関駅です。夕方18時30分過ぎの下関駅。これから帰りですが、新幹線を使えば十分今日中に帰ることができる時間帯です。ですが今日はこの列車が運転しています。ウエストエクスプレス銀河。特急銀河の指定券が取れました。今日はこの列車で帰ります。特急銀河は下関駅の8番乗り場から発車です。だいぶ早めにホームに入ったので、しばらく下関駅の車両を眺めていました。下関はかつては東京関西からのブルートレインたちが発着して機関車交換のため必ず何分か停車していた重要な駅で、国鉄時代の雰囲気がまだ色濃く残っています。19時2分ごろ、駅の文字寄りの方向から117系銀河の編成が現れました。いきなりホームに入るのではなく、車庫からの出庫線から出てきて、旗部方面で折り返してホームに入ってきます。こうして19時12分、銀河が8番乗り場に入線してきました。今回は2号車の普通車指定席の女性専用席です。以前の銀河は確か2号車はクシェットを含めて全て女性専用車だったと思いますが、いつの間にか2号車の一部のみになりました。2号車の普通車指定席のシートです。リクライニングシートが深く倒れて、このぐらい倒れます。夜行バスほどではないですが結構倒れます。シートの間隔も 1.2 メートルもあって、グリーン車並みの足元の余裕があります。座席背面のテーブルです。肘掛けのここにコンセントとインアームテーブルがあります。背もたれの横の張り出しがあるので、寝るときは頭を支えてくれそうな形です。枕カバーには銀河のロゴマークが入っています。さてこちらは最後尾1号車グリーン車のフリースペースですが、ここはグリーン車なのでこの車両のお客さん以外は入れません。外から眺めるだけです。ドアを開けただけです。閉めておきますね。空いている1号車グリーン車の席です。向かい合わせのボックスシートですが、寝るときは寝台になります。羨ましく眺めています。2号車普通車指定席を外から見ています。座席の配置が自撮り配置になっていて、通路を挟んだ横は座席がずれていてありません。面白い配置ですね。2号車の中から前の方に行ってみます。2号車の前半分はクシェットという簡易寝台。昔のブルートレインの2段式寝台に似ています。一つの区画に4つのベッドがある相部屋です。ただ昔の寝台と違って上段にカーテンはありません。下段のカーテンもレースで透けているそうです。しかしお値段は普通車指定席と同じなので、横になれる分お得ですね。クシェットには客車 B 寝台にあったような荷物置き場はありませんが、この位置に荷物置き場があります。その隣の3号車は入ってすぐはフリースペースの明星。関西と九州を結んだ寝台特急の名前が付けられています。フグと金魚の飾り付けがありますね。そして3号車の普通車指定席。こちらは自撮り配置のレイアウトではなくて普通の横並び席です。シートピッチやシートは同じです。こちらはファミリーキャビン。3、4人で利用の半個室です。2名以下での利用はできないそうです。2室ありますが、夜行の時は1室のみの販売で、片方の部屋はファミリーキャビン利用のお客様が自由に利用可能だそうです。この部屋を大人4人で寝るのは狭すぎるからでしょうね。
次の4号車全部がフリースペースの優勢。手前が特産品販売などのカウンターです。あとは思い思いに過ごせるフリースペースです。ここに銀河の乗車証明書があったので1枚いただきました。記念撮影コーナーに山口県の地酒がありました。こちらには大きなテーブルがあるボックスシートが4つあります。5号車に移りまして、ここに洗面所とお手洗いがありました。デッキには小さなフリースペースがあります。5号車はクシェットが5室のみ、うち1室は2名定員の車椅子対応席になっています。この車両のマットレス部分は緑基調ですね。2号車はオレンジ系でした。本当はクシェットを取りたかったのですけど、人気高くて無理でした。最後に6号車です。お手洗いと洗面所、小さなフリースペースがあります。この車両はグリーン個室です。1号車は開放座席のグリーン車なので入れませんでしたが、こちらは個室なので6号車グリーン個室以外の方でも入れます。ホームに出てみます。なお、ウエストエクスプレス銀河にはデッキの仕切り扉がありません。なのでできるだけボタン操作で扉を閉めた方がいいのでしょうね。空いている個室を外から見てみます。こちらは2、3名用の個室ですね。夜行の時は定員2名になるそうです。運転席の後ろにあるのはフリースペース水星。もう少し後で中から見てみます。こちらは大阪型の先頭車。撮影されている方でいっぱいです。車内を歩いている間にすっかり薄暗くなりました。あと5分ほどで発車なので自分の席に戻ります。こうして見ると昔のブルートレインよりも濃い紺色の車体です。2号車に戻りました。扉の横は女性用の更衣室です。後で利用してみます。ご覧のようにデッキの仕切り扉はありませんね。席に戻りましたが、リクライニングシート車内の照明は最初からこの程度で薄暗くなっています。今日は普通車指定席に数席空きがありますが、発車時間が迫っても結構空いています。広島まで結構止まりますし、そのうち埋まるでしょう。また普通車指定席リクライニングシートは広島までの間は下車も可能で、短い区間の利用も可能だそうです。19時43分、特急銀河は下関駅を静かに発車しました。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急ウエストエクスプレス銀河京都行きです。終点京都までの電車駅と時間はご覧の通りとなっています。床の模様も凝っていますね。ウエストエクスプレス銀河。8分ほど走って新下関駅に停車。新幹線の駅の高架が見えます。新下関を発車。次の上までは30分以上あります。まもなく車掌さんの車内改札がありました。銀河のマークが入った改札印が押されました。放送で銀河を紹介する放送があり、山口県の物産品が4号車で販売中と知ったので行ってみます。何やら MT54 モーターのうなる音が聞こえてきます。この貫通扉が開いていると盛大に聞こえてきそうです。マニアの方ならずっと聞いていたいと思うでしょうけどね。ここのフリースペースもかなりの爆音を奏でています。ということで4号車フリースペースの優勢にまた来ました。お会計は現金かペイペイだけということで現金でお支払い。お土産を少し買いました。4号車ボックスシートは人気で、丸いベンチがこんな感じで空席がある感じ。リクライニングシートの席は照明が暗いですが、4号車や各車両のミニフリースペースが照明が明るくなっています。自分の席から近いミニフリースペースで下関で買っておいたどら焼きをいただきます。とても美味しかったです。ゴミ箱がすぐそこなので食べ終えたらすぐ捨てられます。まもなく上です。車内を歩いています。先頭の6号車まで来ました。
先ほど入らなかったフリースペースの彗星に行ってみます。先客がおられたのでカメラを向けないように撮影。宇部駅に停車中です。デッキの仕切りがないのでドアのないここまでドアチャイムが聞こえてきます。宇部駅を発車です。ここは唯一窓が開くので開けてみました。117系の改造前のオリジナルの窓があえて残されているそうです。フリースペースに来られた方が増えてきたのですぐ閉めました。2号車に戻ります。4号車は相変わらずお客さんがいて5道系の至りですね。席に戻ると列車の速度が落ちていました。多分ですけどあまり速く走るとこのダイヤだと速くつきすぎるので途中速度を抑制しながら走っているような感じでした。21時近いですが停車の5分前あたりで沿線の案内放送が流れます。新山口に停車です。デッキに出てみました。甲府駅停車前にも沿線観光案内放送が。甲府駅停車です。甲府駅を出たところで歯磨きをしました。その後更衣室へ入ってみます。2号車に2部屋ありますがどちらも女性専用です。中はこんな感じです。こちらの更衣室には窓があります。窓にはもちろんカーテンがあります。徳山の工場夜景を PR する放送が流れて工場夜景が少し見えました。徳山駅に停車。隣は岩徳線の列車だと思いますがこの時間帯にしてはやけに混んでると思ったらこの日は徳山の夏祭りの日だったそうです。ホームにも結構お祭り帰りのお客さんがいますね。徳山を出ても必殺徐行まで行かないまでもゆっくりとした走りに。22時前に照明が現行になりました。足元のみこの程度の明るさです。うとうとしてました。放送も翌朝までお休みだったと思います。柳井駅に停車です。12分間の停車時間でホームに降りてみます。この停車は貨物列車の待避待ちでもあるようです。この時間はもう窓口営業時間が終わっていますね。後ろを振り向くと1号車グリーン車が見えますがもうカーテンも引かれていてお休みな雰囲気。モーターの音はともかく空調の音が結構します。寝るときは耳栓があった方が良いと思います。座席周りの原稿をした状態です。ちなみに通路側席ですがまだ窓側の席の方は来られていません。時刻は22時30分近いです。車内の雰囲気はこうなっています。天井照明は全部消えています。右隣の席も誰も来ていませんがカーテンを閉めさせていただきました。エアコンがよく効いていて冷えを感じたので網棚にある毛布を使います。岩国に停車です。斜め前の席の方はフリースペースに行ったっきり戻ってこられません。前の席はまだお客さんが乗ってきていません。11分停車の後は今夜の最後の停車駅の広島です。いいご予約で見たら私の隣も前も右隣も全て売れているのですけどね。岩国を出ても銀河な必殺徐行が結構続きました。昔のブルートレイン客車が35分で走った岩国広島間を銀河は48分かけて走ります。どこかで停車するかゆっくり走らないとダイヤ通りにならないのでゆっくり走るのが普通なのでしょうね。こうして広島駅に停車。この次にドアが開く停車は翌朝の神戸駅になります。ここでようやく周囲のお客さんが来られて席が埋まりました。ホームにはまだお客さんがいます。
終電は0時3分の西条行きがまだありました。こうして広島駅を出発しました。ということで、とりあえずおやすみなさい。でも列車が停車して目が覚めました。1時6分です。スマホで見ると糸崎駅らしいです。ホームに人影が見えたので、ここで乗務員交代があったのかもしれません。1時30分になって糸崎駅を出発しました。2時35分岡山駅に停車中。ドアは開かない運転停車です。5分ほどの停車で発車。4時7分止まっています。西明石駅の西隣の大久保駅でした。外はまだ真っ暗です。ホームの照明もまだついていません。ここはかなり長い時間停車していました。やがて外が明るくなり、ホームの電気がつきました。更衣室でメイクしていたら動き出しました。5時25分頃に動いたはずです。今日は7月20日日曜日、ただいまの時刻は5時30分。列車は兵庫県に入り、JR 神戸線、ただいま明石駅を通過いたしました。放送で明石海峡大橋が見えると案内があったので見ています。大橋を見ている間に放送で大阪車掌区特製チケットホルダーを4号車フリースペースで配布と聞こえたので、いただきに上がります。すでに大勢の方が並んでおられました。最後尾に並び、無事にゲットしました。乗車記念スタンプが押せるようになっていました。車両のご案内と下関のパンフレットがあったので、こちらもいただきます。乗車記念証は昨日とは別のものがありました。これは岡山車掌区のもの。昨晩いただいたのは下関車掌区のものでした。各車掌区でいろいろ特色のある記念証を作って銀河を楽しんでもらおうと工夫されているのがわかります。あと2両前に行けば先頭のフリースペース水星に行けるので行ってみます。フリースペース水星に到着。窓を開けて新鮮な朝の空気を味わってみます。ここを開けられるようにしたのは本当正解ですね。朝のすがすがしい神戸の車窓を堪能します。5時45分神戸に停車。1両分だけ神戸駅ホームに出て2号車に戻ります。お客様車内に忘れ物がないようご注意ください。三宮に停車です。間違って乗ってしまうお客さんが多いのか、何度も特急券をお持ちでないお客様はご乗車できませんと放送が流れます。特急券をお持ちでないお客様ご乗車。三宮を発車。21分で大阪に着きます。淀川を渡ってハイケンスのセレナーデが流れて、大阪駅の10番乗り場に停車します。11番乗り場にはサンダーバード1号が停車中。大阪駅を発車して特急銀河の旅も残り30分ちょっと。もう一度淀川を渡って新大阪に到着。隣のホームでははるか1号関西空港行きが発車していきました。大阪新大阪で大半のお客様が下車されました。その後空いていると見計らって先頭車へ。千里岡駅を通過しました。この区間は117系デビュー当時の新快速を思い出すような走りですね。モーターのない区間なのであまり MT54 モーターのうなりは聞こえてきませんが、2号車に戻ってもう一つの更衣室を見てみました。窓がない以外は同じでした。銀河のラストスパート中です。朝日に輝く向町の車庫を通過中。こんな速度です。
爆音モーターらしさの全開です。電車まもなく桂川をこうして下関から京都までの11時間ちょうどの旅が終わります。銀河は京都駅嵯峨野線ホームの31番乗り場に到着。半日近い時間をかけて令和の夜行列車の旅を楽しく過ごせました。一つだけちょっと思ったことは、リクライニングシートはシートピッチは広くていいのですが、レッグレストがないので足の置き場に困りました。硬いスーツケースがあればそれを足置き場にするとか工夫すると快適になるかなと思いました。昼間のシートとしては申し分ないと思います。銀河を降りてから京都駅で銀河パッケージの駅弁を買いました。兵庫五穀趣向弁当。兵庫県の5つの国、但馬、丹波、摂津、播磨、淡路の国をイメージする献立が入っています。近鉄特急の中でいただきました。とても美味しかったですよ。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。